通勤通学中の皆様おはようございます。プクタの世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、以前もお伝えしましたエプスタイン関連の話題の続報になります。今回ですね、イギリス王室のアンドル王子が逮捕されました。いやー、これ驚きましたね。イギリス王室にとってはね、これ400年ぶりの出来事だと、そんな話も出ておりまして、大騒動になっております。で、これに伴いましてですね、ビル・ゲイツの話題なんかも出てきておりますので、本日は一体何が起きているのか、そしてネットの反応などを見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、ものすごい写真ですね、これ。以前もね、このチャンネルでお伝えしました。1ヶ月くらい前になりますかね、エプスタインファイル。これがね、ホワイトハウスから公開になりまして、これはこれでね、大変物議を醸したんですね。で、ここにはですね、様々な著名人の写真、資料というのが含まれておりまして、これね、そもそも捜査資料なんで、誰が何をしたかというのはそれだけでは読めないんですが、非常にね、インパクトのあるものでした。ただこのね、公開当時は、トランプがね、写っている写真が、公開後に削除されるなんていうこともありまして、これね、めちゃくちゃ批判されて、後に再公開されるんですが、ちょっとね、政治利用された感が非常に強くて、エプスタインそのものというよりは、トランプを批判する記事がね、かなり多かったなという印象でした。そんな中ですね、今回ね、こちらの話題ですよ。こちらね、BBC が報じておりますので、見ていきたいと思います。アンドルは、公職におけるミスコンダクトの疑いで逮捕された後、捜査継続中のまま釈放された。ということで早速ですが、こちらですね、ミスコンダクトとあります。こちらが本日のキーワードになります。Misconduct。権限や責任のある立場の人物による不適切な行為。ということでね、こちらのミスコンダクトというのは不正行為という意味になります。で、これはね、ただの不正行為ではありません。権限のある人物、立場のある人物、こういった人たちによる不正行為、これを指している単語なんですね。ですので、ただの不正行為というのであれば、wrongdoing とかね、そういった単語になりますので、こちらね、あくまでも立場のある人物による行為だということで、今回の話題にはね、ぴったりの単語だということですよね。ということで、こちらは、アンドルは公職における不正行為の疑いで逮捕された後、捜査継続中のまま釈放された。アンドルは少し前にエルシャム警察署を出るところを目撃された後、ノーフォークのサンドリガムエステートに戻る姿が撮影された。テムズバレー警察は声明で、彼は捜査継続中のまま釈放されたと発表した。BBC がアンドルーの逮捕を報じた後、警察は声明を出し、60代の男性を拘束し、バークシャ及びノーフォークの不動産を捜索していると述べた。ということでね、この第一報を報じたのが BBC だったんですが、その後、捜査継続中のまま釈放されたようだと。そしてやっぱりね、注目なのはここでしょう。なんで逮捕されたのかということですよ。警察は明言していないが、BBC の理解では、この逮捕は、彼が貿易特使を務めていた時期の活動に関連しており、米司法省が公開したジェフリー・エプスタインに関する文書についての報道の後に行われたものだ。ということで、今回の逮捕なんですが、一応ね、今言われてるのが、その王子がね、公職についていた時に、その情報をエプスタインと共有していたのではないか。このように報じられているようですね。そもそもこのね、アンドル王子というのは、この捜査を受けていましたので、称号も剥奪されてるでしょう。もうこれ、どう考えてもそうだよね、ということですよね。ちなみにね、このアンドル王子に関しましては、これまでね、このエプスタイン関連で、様々な番組というのが制作されています。例えばね、こちらなんかがそうなんですが、これね、2022年の記事です。アンドル王子は自身とジェフリー・エプスタインとの関係を探る新たなドキュメンタリーの中で、複数の王室専門家から、バカ者、甘やかされた子供、ナルシストなどと酷評され、新たな PR 上の悪夢に直面している。ね、むちゃくちゃ言われてるでしょ。さらに、兄弟の中で出来の悪い子や女好きで自制できない人物とも評されており、今夜、アメリカのピーコックで放送される衝撃的なドキュメンタリーの中でそうした表現が使われている。ということでね、このアンドル王子、とにかくですね、自分の欲望を抑えることができないどうしようもない人物と、かねてからね、このように評されておりまして、一応ね、本人は否定しているんですが、エプスタイン関連のね、あれこれに関与していたと告発されていました。で、この時はね、様々な写真というのがね、リークされておりまして、これですよ。これね、ニューヨークのセントラルパークのようですが、こっちね、エプスタインですね。彼と一緒に歩いていると。この二人はね、長年にわたり交友があったと言われています。なので今回の件に関しては、CNN や AP などもそうですが、すべてね、エプスタインという名前が見出しに入っています。ちなみにですね、これはね、王室にとっても大事でして、元王子アンドルーは過去400年で逮捕された最初の英国王族だ。
そして前回逮捕された王族は悲惨な結末を迎えている。上級の英国王族が拘束されたのは400年ぶりの出来事であり、前回は斬首という結末を迎えている。チャールズ1世は王位から追放され、裁判にかけられた後、1649年に自国民に対して容赦ない内戦を仕掛けた罪で有罪判決を受けた。ということで、今回の出来事というのはね、400年ぶりの逮捕だったと。こちらニューヨークタイムズがこれを報じています。かつて、アンドルー王子として知られていたアンドルー・マウントバッテン・ウィンザーが、ジェフリー・エプスタインとの関係をめぐり、公職における不正行為の疑いで英国で逮捕されたと BBC が報じた。この人ね、始まると。これ逮捕者のカウンターですね。イギリスの方がこの問題を真剣に受け止めているように見える。ヨーロッパやアジア、中東では多くの辞任が起きているが、これらが起きた中心地であるはずのアメリカでは同じような動きが見られない。私たちにはできないことを実行するイギリスに神のご加護を。誕生日おめでとうアンドル。これね、誕生日に逮捕されたんですね。ついにこれまで守られ続けてきた王国の弟に責任が問われることになった。この下ね、サプライズの誕生日パーティーと、王室と英国政府はエプスタインの問題の影響で崩壊寸前にある。一方でアメリカ政府は誰一人として謝罪も辞任もしておらず、刑事捜査すら受けていない。この方アメリカの下院議員ですね。エプスタイン関連のファイルが公開されて以来、司法省による逮捕や捜査は一件も見られていない。ジェフリー・エプスタインとつながりのある富裕層や権力者は、その恐ろしい犯罪についての責任を問われるべきであり、アンドルー王子の逮捕はその第一歩だ。この下の方もね、アメリカの上院議員ですね。英国では文字通りの王族に対しての責任が問われている一方で、私たちの大統領や司法長官はこれを裁くどころか守っている。こちらの方も上院議員ですね。世界各国でエプスタインと関わりのあった有力者に対し責任追及が進んでいる。しかしアメリカではそれが起きていない。なぜなら大統領執務室にいる人物が彼やその仲間を守るために政府ぐるみの隠蔽を行っているからだ。というような形でね、このリプランでは、アメリカのね、政治家もかなりね、多く来ておりまして、イギリスではね、これだけの動きがあるにもかかわらず、アメリカは何をやってるんだと、このように言ってる方が多い印象ですね。そしてね、こちら日経になりますが、収録時点からね、つい先ほどになります。最新記事ですね。エプスタイン文書、ゲイツ氏らに新疑惑、ダボス会議も交友の舞台か。ということで、ここではね、何を言っているかと言いますと、もうそのままですね、このダボス会議が、各国のね、政財界の大物を仲介する人脈作りの舞台になっていたんではないかと。そしてここまさにね、アンドルー王子とビル・ゲイツいますね。で、ここにありますが、長年見過ごされてきた構造にメスが入りつつあると。で、これを受けましてですね、こちらですね、ビル・ゲイツはエプスタインとの関係をめぐる疑問が出る中、インドでの講演をキャンセルした。ということで今回ですね、このね、インドで講演を予定していたビル・ゲイツ。この件に関してね、たびたび名前が挙がっているため、記者からの質問がね、非常に多いんですね。なので自分がね、ここで講演をしても、本来のテーマから逸れてしまうので、このサミットへの参加を表明してからすぐ、今度は撤退を発表したとのことです。はい、ということで本日はですね、かねてからエプスタインとの関係が糾弾されておりましたアンドルー王子がついに逮捕されたという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。いや、これね、日本の方の反応を見てもイギリスよく逮捕したねと言ってる方が多い印象でしたね。果たしてね、これに続いて逮捕者がね、続々と出てくることになるのか、この流れにアメリカが続いていくのか、このあたりも注目されているようですね。いや、だからこうやって見ると以前ね、プクタポストしたこともあるんですが、アイズワイドシャットっていう映画あったでしょ。あれはね、キューブリック、何かしらを訴えていたんじゃないかって、ちょっと勘ぐってしまいますよね。あくまでも陰謀論ね。で、試写会のすぐ後ですよね、監督亡くなったの。ぜひね、こちら、映画としてもね、普通に面白いので、まだ見てないという方いらっしゃったら、ぜひね、この機会にご覧になってみてください。もう今見るとね、もうまんまなんで、これ偶然だったらね、ほんとすごい話だなとは思いますが、皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。ということでね、皆さん、多くの人がね、今日から3連休でしょ。ちょっとね、久々に雑談でもしてみようと思いまして、よかったらね、ゆっくり聞いてってください。で、今週末なんですが、ちょっとね、プクタ結構忙しくてですね、日曜日と祝日の月曜日ですね、ここね、お休みいただくかもしれません。ですので、もしかしたらね、2日ほど姿を消すかもしれませんが、何もないんでね、心配しないでくださいね。緊急性の高い動画が来たら、もしかしたら何かしら出るかもしれませんが、一応ね、明日、明後日とお休みをいただこうかなと思っております。それとね、最近、皆
皆さんね、多くの方が積極的にね、グッドボタンを押してくれてるようで、本当にありがとうございます。いつも助かっております。ということで、今日ですね、エプスタインの話題見てまいりましたが、このエプスタインに関連してね、エプスタインリストっていうのは、当初ね、これ存在しないなんてことも言われていた時期あったでしょ。もう都市伝説のような扱われ方をしていたりね。なんだけど、現状見てみると、やっぱりどうやら本当のようだという流れになってきてますよね。で、これに関してはですね、プクタ本当にね、身をもって実感するという出来事がありまして、ちょっとそれについてね、少しお話したいと思うんですが、プクタですね、皆さんお察しかもしれませんが、この魚生というのはですね、いわゆる一般的なね、魚生とはかけ離れたものになっておりまして、結構波乱万丈だったんですね。で、そんな荒波の中を泳いでいる中でですね、これまで、様々な人に会ってきました。多分、日本においてね、おそらく存在する全ての職業の人に会ってきたんじゃないかなと思います。それこそ芸能人から893の方とかね、様々な方に会ってね、お話を聞いてきましたよ。で、その中でもですね、プクタ、ぶっちぎりにヤバい人にも会ったことがありまして、これね、ちょっと詳細お話しできないんですね。やばすぎちゃって、ちょっとね、詳しくお伝えできなくて申し訳ないんですが、もやもやするでしょ？ごめんなさいね。やばい人に会ったことがあるんです。で、その人はですね、とある事情でね、日本に帰ってきている時でして、当然ね、そんな人とは一対一で会うことができません。なんて言うんでしょう、とあるね、組織の方同伴で、これいけない組織とかじゃないですよ。皆さんも知ってるあの組織です。その方が立ち会いのもと、お話を聞くという機会があったんですね。で、それよりもね、さらに以前の話になるんですが、日本のね、ネットでは、とある都市伝説というのが流行ってました。ごめんなさいね。これが何かというのももちろん言えないんですが、これめちゃくちゃネットで流行ったんですよ。これはね、ある大物が絡む、本当だったら相当やばいという話だったんですが、これがね、まことしやかに、都市伝説として、ネットでね、もうほとんどミーム化していました。するとね、この話が、先ほどプクタがあった人物に繋がってくるんですが、なんとですよ、よくよく話を聞いていくと、そのね、都市伝説として噂されている、まさにその話題の当事者が、プクタの目の前にいるその人だったんですよ。これね、本当だったんですね。もうこれ、言いたいけどね、本当に言えないんです。ごめんなさいね。あれなんですよ、あれ。わかんないですよね。あの噂というのは、実は本当に起きていたんだというのをプクタその時に知るんですね。これ本当にね、魚だけど鳥肌立ちましたよ。だって元々のその都市伝説というのは、嘘のような話でしたから、これ本当だったんですね。様々なね、あの裏側の仕組み、力学というのを聞きました。すごい話でしたね。なのでね、ここでは何が言いたいかと言いますと、世の中ね、都市伝説なんて言われて噂されることって結構ありますよね。そのね、ほとんど全てが、言ってもね、どこまで言っても都市伝説ですよ。なんですが、その中にはですね、事実が紛れているというのをプクタその時に思い知りました。だからそういう風に考えるとね、都市伝説好きな方もね、結構多いんじゃないかなと思いますが、ロマンあるでしょ。今日見ましたのはエプスタイン事件ですが、日本にもね、これを思わせるような不可解な事件とか、都市伝説、そしてそれを取り巻く噂ってあるでしょう。プクタもね、個人的には、このあたり気になってますよ。なのでね、世の中に出回っている、突拍子もない噂というのは、意外に本当だったりする、という実体験でした。